はい、どうも、ラスです。今回なんですけど、新しくね、ちょっとウェブカメラを、こういうね、ウェブカメラ、購入しまして、ちょうどここにですね、カメラあって、そこから撮影してるんですけど、今までこういうスマホを使って、ずっとね、撮影してたんですけど、新しくね、ウェブカメラを導入してみて、ちょっと実験的に、動画撮ってみたいかなと思います。で、今回何をテーマにお話ししようかなって考えてみたんですけど、こういうね、大したね、SE っていう仕事をしてるかどうかはちょっとわかんないですけど、SE っていう分類でね、働いていまして、仕事をしてて、こういうことあるんじゃないかっていうのをね、5つぐらい話してみようかなと思います。これからですね、IT 関係で、SE 系のね、仕事やってみるとかね、興味ある方とか、SE 実際やっておられる方とかで、もしね、共感できるようなところあれば参考になるというか、こういうこともあるんだよっていうのをね、少しお話しして、皆さんにいろいろ情報を共有できればいいかなと思います。ということでですね、SE の仕事、あるある5つということで、早速いきたいかなと思います。まず1つ目。はい、ということで1つ目です。まずですね、私はですね、対お客さん向けのいろいろね、システム開発したりとか、ツール作ったりとかですね、データを納品したりとか、いろいろあるんですけれども、お客さんが求める納期がね、もう本当に短い時、ものによってはですね、もう1ヶ月先とかね、どう考えても人足りねえわっていう時があるんですよね。でもそこはね、お金もらってやる仕事ですから、お客さんにね、満足してもらうためには、やっぱり納期短くても、それなりに頑張って物を納めないと、お金もらえないということで、どうしてもね、ちょっと納期が短いっていうパターンがね、割とありがちです。特にね、年度末とかなると、予算をね、使うためにですね、3月末までになんか納品してくれとかですね、結構無茶ぶりな案件が来ることが、よくあります。なので、SE やってるとですね、納期が短くて、ちょっとね、この時期頑張らないといけないとか、そういうところがね、たまに、あるかなという感じですかね。というか、どういう仕事でも、やっぱりね、それなりに仕事の忙しさの波っていうのがあるので、SE やってて、なんかブラックとかそういうわけじゃなくて、案件によってはちょっと納期が短くて、ちょっとバタバタする時もあるっていうか、そういうこともね、あるということを、知っておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。逆にですね、SE されてる方とか、こういう納期短い時のなんか対策とかってね、なんかあったらいいアドバイスいただけると嬉しいですね。ということで、一つ目あるある、納期が短いでした。ということで、二つ目のあるあるいきましょう。はい、二つ目あるあるはもうこれ絶対あると思うんですけど、仕様変更ですね。仕様っていうのはね、どういう風にその製品を作るかとか、そのどうやっての部分をですね、結構直前で変えてきたりするお客さんが、多いですね。で、これはなんでかっていうと、やっぱりね、お客さんもね、やっぱりこう開発してる中で、やっぱこっちの方がいいかなとか、周りのこう意見とかも、考えて開発進めたけど、ちょっとね、途中でやっぱりこうしたいとかね、やっぱり出てくるんですよね。自分もね、お客さん側からの視点からするとやっぱりね、そこを変更するのは確かにその通りだなとか、当初考えてたよりもそっちの方がやっぱりいいかなとかね、お客さん目線で考えた時に、仕様変更、仕方ないかなって思う時はあるんですけど、そこはね、やっぱり仕事なんで、もともとね、決まった金額で、作業してるなら、その仕様変更することで、作業量がね、増えちゃうんですよね。プラマイゼロとかだったら別にその仕様変更とか、対応してもいいんですけど、基本的にはね、仕様変更って、新しくね、考えることが増えるんで、やることも増えますから、基本はね、追加で、発注とかね、してもらわないといけないんですけど、なかなかね、そのあたりこう、うまく融通が利かないお客さんとかがいると、仕様変更で結構揉めたりすることがね、あるかなと思います。納期が短いのにまだ仕様変更とかね、来がちなんですけど、そういう時ね、本当にやばいなっていう感じはする時があるんですけど、そこはね、やっぱりこう、いろいろお客さんとコミュニケーションをとって、いろいろね、課題を解決していくっていうのが、結構 SE としてね、やってて楽しいところかなと思いますね。SE とかされてる方、かなりね、この仕様変更っていうのはもう働いてて、ちょいちょい出てくるね、単語っていうか、あるんじゃないかなと。これからね、SE として働く方は、やっぱりね、こう仕様変更っていうのは、開発してるとね、ちょくちょくやっぱり出てくるので、もし起こった時は、仕様変更があった時はどう対処するかっていうと、スケジュールとか、お客さんとね、コミュニケーションを取って、
どう対処していくかっていうのをきちんとね、決めていくのが重要かなと思います。はい。ということで、2つ目、仕様変更でした。ということで、3つ目いきたいかなと思います。はい。ということで、3つ目なんですけど、これ SE としてっていうよりかは、仕事しててよくありがちかなっていう感じかもしれないですけど、やっぱできる人にね、仕事集中しがちっていうところですかね。僕はね、SE としてしか働いてないんですけど、やっぱりね、できる人に作業が集中しがちなケースが多いかなと思います。開発作業とかしてると、お客さんといろいろね、コミュニケーション取って、どういうものを作ったりとか、あと設計とかですね、プログラミングとかもね、したりしますし、あとテストとかね、作った製品を、納品したりとかね、いろいろ作業はあるんですけど、やっぱ仕事全般って、できる人がね、やっぱ仕事早いんですよ。なので、優秀な人にね、こう作業が集中して、その人がね、体調を崩したりとかね、そういうこともあるので、これね、結構ありがちなんじゃないかなと思うんですよね。これってどうなんでしょうね。自分の会社だけなのか、他の会社とかだと、ちゃんとこう、分散して、ね、仕事は、これはこの人に頼むとかね、やってる会社もあると思うんですけど、自分がね、今まで働いてきた中では、やっぱりね、こう、ある程度決まった人にですね、結構ね、仕事量がね、他の人と比較すると、なんか何倍ぐらいもあったりとかして、優秀な人って、大変だな、みたいな、こういうことね、結構感じるんですよね、普段働いてて。皆さんのね、会社とかだとどうですかね。基本、仕事っていうのは誰がやっても同じアウトプットを出せるようにね、教育するっていうのが多分ベストだと思うんですけど、なかなかね、そういう風にはならないっていうのが、仕事の難しさなのかなと思うんで、やっぱり、こう、仕事が早い人、できる人に仕事を集中しがちっていうのが、割とね、あるあるかなと思いました。はい。ということで、4つ目いきたいかなと思います。はい。ということで、4つ目のあるあるなんですけど、これも自分が思うあるあるなんですけど、皆さんもね、どうか、少しね、意見とかいただけるといいんですけど、開発して、そのなんか製品作ったとするじゃないですか。で、それを、お客さんのところにリリースとかすると、やっぱりね、こう保守って言って、その作った製品の、なんかバグとかですね、いろいろ問題がやっぱり出ちゃうわけなんで、それをですね、言われたら直さないといけないじゃないですか。そういったね、保守っていうのは本来、開発する人たちと保守する人たちっていうのは分けて、そういうチームがね、あるべきなんですけど、やっぱりね、結構人材が不足している会社とかね、自分みたいな中小企業の人間とかですね、開発して、それをね、お客さんに収めるんですけど、いわゆる不具合対応みたいなのも、やりがちっていうかね、その開発した人がね、もう保守もするというか、もう本当にね、場合によってはこう夜中とかにね、叩き起こされるとか、そういうこともあるので、SE がブラックと言われるところはこういうね、人手不足によって開発して、その人が作って保守もやるとか、そういうね、ちょっと体制的なところで、結構ね、こういうことってあるんじゃないかなということで、あるある。自分のところもね、結構昔はね、あったんで、こういう経験されてる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思って、4つ目に挙げてみました。ということで、4つ目、開発したら、保守もしがちっていうね、ところでした。ということで、最後のあるあるいきたいかなと思います。最後のあるあるなんですけど、SE としてね、やってると、やっぱりですね、結構難しいね、こう、課題がね、割とこう出てくるんですよね。IT 系の仕事って日々こうやることがね、新しくなったりとか、お客さんによってはこうね、今までやったことない、技術とか勉強をしないといけなかったりするんで、そういう時にですね、仕事中はこういいアイデアが、対策方法とかが浮かばなかったりするんで、結構ね、悩むんですよね。で、休日にちょっとね、こう仕事の、あの課題ってどうしたもんかなみたいな感じで、ふとね、こう考える時があるんですよね。こういう経験皆さんないですかね。SE として仕事をされている方ね、結構休日も仕事をどうやったら解決できるかなみたいな。休日、こう、なんか、喫茶店とかマクドとかで仕事をどうしようかなって、ふとなんかいいアイデアが浮かぶ時があるんですよね。休日もね、結構仕事のこと考えがちなんですけど、意外になんか休日にいいアイデアが浮かんだりすることが、僕はね、結構あったかなと思うので、皆さんもね、なんかこういう経験あるんじゃないですかね。SE 以外の方でも、やっぱ仕事ね、
悩んでる時に、なんか休日にふとこう、いいアイデアが浮かぶこととかって多分あると思うんで、まあね、こういうことあるんじゃないかなと思います。で、これから、仕事される方とか SE として働かれる方に対して、何も、休日も仕事を持ち込むってことじゃなくて、なんかパソコン起動して作業しろってわけじゃなくて、なんだろうな。休日は休日でちゃんとこう休んで、睡眠しっかりとって、趣味とかしてね、ちゃんとストレス発散することが大事だと思うんですけど、やっぱりね、仕事って結構行き詰まってる時があるんで、そういう時にね、休日にふとこういうね、仕事のアイデアっていうのが、割とね、浮かんでくる時がね、あると思うんで、そういうきっかけもね、大事にしておくといいかなというところです。休日に仕事をしろとか考えるとね、精神的にね、ダメージいっちゃうこともあるかなと思うので、休日はね、しっかり休むことを前提として、こういうこともね、結構仕事何年もね、やってる方は、あるあるかなというところで、少しね、挙げさせていただきました。SE としてね、やられてる方結構こういうことあるんじゃないかなと思います。はい。ってことで、今回ですね、SE として働いててあるある5つをね、述べさせていただきました。納期短いっていうのと、仕様変更が多いですね。で、仕事をできる人に仕事が集中しがち。で開発したら、保守もやりがち。休日に仕事のことを考えがち。っていう5つご紹介させていただきました。どうでしたでしょうか？皆さんも共感できる部分とか何か参考になったあるあるありましたでしょうか？もしね、皆さんがSE として仕事されている方とかね、これからそういう IT 業界で SE として働こうとね、考えている方、ご意見、ご感想とかあればね、何かコメント欄とかで、いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。私もね、SE としての経験はまだまだこれからなんですけれども、やっぱりこう、お客さんがね、求めてるものをですね、作って、それを納品して、お客さんにね、感謝されると、すごいね、やりがい感じますし、なんかこう、役に立ってるんだなっていう実感をね、結構得られやすい仕事だと思うんで、いろいろね、難しい課題とか出てくる時もあるんですけど、優秀な方とか、周りにいっぱいいらっしゃるんで、相談してね、助けてもらうこと結構、ありますんで、すごいね、やりがいがある仕事かなと思います。自分もこれからまだまだ勉強必要なんですけれども、日々努力して頑張っていきたいかなと思います。今回ですね、ちょっとウェブカメラ買ったんで、こういうちょっとね、喋り動画ということで、少しね、やってみたんですけれども、どうでしたでしょうか？私のチャンネルではですね、パソコン関係で役に立つ知識とかですね、そういったものを日々シェアしていこうと思っているので、よかったらチャンネル登録もいただけると嬉しいです。今後もですね、こういった動画を撮っていきたいと思うので、よかったらいいねいただけると嬉しいです。今回は SE あるある5つご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、バイバイ。